おはようございます。今回は汚れ落書きを塗って隠すクロス職人ホワイトのレビュー動画です。汚れ落書きを塗って隠すクロス職人っておると思いながらも、家のクロスにコーヒーをまき散らして嫁さんにブチ切れられたので、これで直していこうと思います。では行ってみましょう。基本的に説明書を読まないでやって失敗してから説明書を読むタイプなんですが、今回は先に読んでいこうと思います。まず特徴は、クロスに付着した汚れや落書きなどを簡単に隠せる速乾性マニキュアタイプの水性補修剤、ホルムアルデヒドなどのちょっと一回落ち着きます。ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全な商品。艶消し、高隠蔽塗料、防カビ剤配合。次に使用方法です。1、補修する箇所のゴミや汚れなどを取り除きます。2、使用前にボトルをよく振り、塗料を混ぜ合わせます。3、余分な塗料をボトルの口部分で落とします。塗料をハケに含ませすぎると液だれの恐れがございます。4、補修箇所に均一に塗ります。重ね塗りを行う場合はよく乾燥させてから行ってください。色が合わない場合はクロス職人同士で混ぜ合わせて調色することが可能です。品名クロス職人、人ですね。ちょっと品名気にはなりますが、作業に行きましょう。ここが事件現場です。これらの黒い跡にクロス職人を塗っていきます。とりあえずよく振れということなので振ってみています。余分な塗料をボトルの口部分で落とせということなので、とりあえずボトルの口部分で余分な塗料を落としています。トントントンと色を入れていっているんですが、これは液だまりがないようにちょっとぼかしながらつついて少し広げてる感じです。結構余分な塗料を弾いたんですが、それでも筆の方に結構塗料が残っているので液だまりのようになるので気をつけてください。塗ってすぐはすごく白いんですが、乾くと少し落ち着いてました。乾くと色味は落ち着くんですが、この黒いシミが少しまた出てくるので、2度塗り3度塗りは必須だと思います。乾いた後、斜めからツヤで見ると少し塗った部分はツヤが出ています。ですので LD のど真ん中の目線位置の汚れをこれで消そうと思うとツヤが目立つと思うので、ツヤが目立つのが嫌か汚れが残っているのが嫌か、ご自身で判断される必要があります。どう判断していいかわからない場合は目立たない場所で一度試してみる方がいいと思います。結局僕は3度塗りまでしました。小さな汚れというのもあって、それで全然目立たなくなりましたが、よーく見ると黒いシミが少し出てきてました。なので色さえついとったらまあまあっていう感じだと全然使えると思いますが、ツヤが少し気になったりする人はあまりおすすめできません。色選びについてですが、自分の家のクロスと同じ色のクロス職人があるかというとめったにないと思いますので、木部の補修でも同じなんですが、白いものを直すときにその色よりちょっと白いぐらいだと綺麗に見えるんですが、ちょっと黒いぐらいだと結構目立ったりするので、自分の家のクロスのジャストの色か少し白めを選ぶ方がいいと思います。この商品はお手軽に誰でも買えて簡単に直せるので、汚れに色がつけば OK という人にはおすすめです。最後に3度塗りした3日後の状態を見てみましょう。
やっぱり少しシミが浮いてきてますね。シミそのままの状態より少しマシっていう感じです。使用前使用後を比べてみましょう。皆さんどう感じますか？僕の家では離れてみてわかる汚れが離れてみてわからなくなった感じです。あとはこの動画を見て個人個人で判断していただけたらいいと思います。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。